今回の動画は、このドルドーニュで昔から作られる伝統的なカゴ、ペリゴールのパニエを作ってみる様子をお届けします。今年の夏に行ったカゴ祭りの動画では、フランスのカゴ細工やその職人さんの技術をたっぷり紹介しています。カゴがお好きな方は、ぜひそちらも見てみてください。素材に使うものは、こちらの右手側にある広告チラシをくるくると丸めたものです。作り方は、長方形に切ったチラシを用意し、隅から爪楊枝を使ってくるくるときつく巻きつけ、端を糊で留めます。爪楊枝を途中で抜くのを忘れないようにしてください。巻き終わりは、このように片方の端が細く、もう一方は少し広がっているようになります。棒を追加する場合は、この細い方の先を広がっている方の先に挿入するだけです。私は外れにくいように糊をつけています。編み始めは、まずこの棒を2本つなげた長い棒を4本用意します。そのうち2本を3分の1のあたりで折ります。これを残りの2本にかけますが、この時かける場所は真ん中より少し右手側に来るように、かつ折り返した棒の短い方が向こう側になるようにします。では、ここから棒を追加していきます。このように先を5センチほど出して棒を右隣に置きます。一番左の棒の向こう側にある短い棒を取り、手前に持ってきて右側へ折ります。次に右横に出ている3本のうちの一番上にある棒を下へこのように折り曲げます。2本目を追加します。同じように先は5センチほど余らせて、先ほど下向きに折った棒の右隣に置きます。次は一番初めに折り曲げてかけた2本の棒のうち、2本目の棒の向こう側にある短い棒を手前に持ってきて右側に折ります。この時、一番左側にある棒と2番目の棒の間から出します。右手側に3本出ていますので、その一番上の棒を手前に折ります。3本目を同じように追加し、次に右側へ折る棒ですが、これは一番初めに追加した棒になります。そしてまた、右側に出ている3本のうち、一番上の棒を手前下方向へ折ります。4本目を追加したら、2本目に追加したものを右横に持ってきて、次にまた右横の一番上に来る棒を手前下に折ります。5本目、6本目と同じように左から右へ、上から下へと棒を三つ編みのように順番に折りながら9本目まで追加します。
編むコツは、できるだけきつく、隙間がないように編んでいくことです。9本追加できました。このように左右両端に2本ずつ棒が伸びています。これを円にします。追加した9本の棒の短い先の部分が円の内側に来るように輪っかにします。先ほどの左右それぞれ2本ずつ伸びている棒ですが、円にしたときにこの右側の2本が上になるように左側の2本へ重ねます。では、ここからまた編み込みを始めます。右側に持ってくる棒は先ほど8本目に追加したものになります。これは左手側にある編み終わりの最終の棒から数えて4本目になります。これを右手側に折り、また右手側に3本出ている棒の一番上を手前下に折ります。次にこの棒を取り、このように追加します。この追加した棒を除き、5番目に来る棒を右手側に折ります。次の棒はこちらですが、間隔が空くので1本棒を追加します。これはかぎ針編み用の棒ですが、何かこのような棒で挿入する部分をあらかじめ広げた上で棒を追加します。追加したらこの棒を除き5番目に来る棒を取り、右手側に折ります。右手側は同じく上から下へ折ります。次はまたこの棒を取り、左手に持ってきます。右へ持ってくる棒はこの追加した棒を除いて4番目に来るものです。これ以降、編み方は変わらず、棒を左手に追加して、左から右へ折り、右から下へ折るというふうに編み続けます。また、棒を間に追加しながら編むことも忘れないでください。また、左から右へ折る棒は、これ以降すべて左手に追加した棒を除き、4番目に来る棒を取ることになります。この作業を繰り返しながら、少しずつ円が大きくなるように、この幅を広げていきます。この先の編んでいくイメージとして、この図の点線部になります。先ほど定規で測ったところの高さが7センチぐらいまでになれば、あとはそのまま同じ幅をキープし、円になるようにぐるりと編みます。このように短くて編み込むのに届かなくて、かつうまく次の棒をつなぐことができない場合は、棒を間に追加するのと同じ要領で新しいものを同じ場所に追加しても大丈夫です。一周ぐるりと編み終わったら、次は2周目になります。編んでいくイメージはまたこの点線です。今度はカゴの側面になりますので、高さが出るように編んでいきます。テーブルの上で編むより、膝の上などに乗せてやるとやりやすいです。1段目の円の編み込みが重なる部分に新しい棒を挿入する際は、このように2段分に入れます。
2段目も編めたら、最後は縁の部分です。これは隙間を空けず、新しい棒も追加せずに、今までの編み込みを続けるだけです。ぐるりと一周したら、右手側に伸びる3本を適当なスペースに入れ込み、内側から切ります。最後ははみ出た余分なところを切ると完成です。ハンドルを作ります。まずそれぞれの真ん中の位置に2本ずつ棒を通します。片側に1本ずつ棒を追加します。それを反対側へ渡らせて好きな高さを決めたら、このようにくぐらせて固定します。また、ここで1本ずつ棒を付け足して、端まで4、5回ほどぐるぐると巻きつけます。棒の終わりは縁に巻きつけて適当な場所に入れ込みます。反対側も同じく1本ずつ追加して同じようにします。これでカゴは完成です。今回こちらのカゴを作るにあたっていろいろなものを参考にしましたので、そちらはこの動画の概要欄にリンクを添付しています。一番難しいなと思った点はいろいろとかなり調べたんですが、どれも少しずつ作り方が違っていて、この作り方がこのペリゴールのカゴの作り方というのがない点です。中心から螺旋状に編み上げていくということは、どれも変わらないんですけれども、例えばどんな螺旋状に仕上げていくのか、あとはこのカゴの高さをどういうふうにするのか、あとはどれぐらい何本ずつ途中で追加しながら編んでいくかによってこの隙間の間隔も変わってきます。ですので逆に私の好きなように作り上げて大丈夫だという点は、面白いなと思いました。例えばこちらの2つのカゴは全く同じ方法で作りました。これが今この動画で作ったものなんですけれども、こちらは初めから最後まで全てテーブルの上で平らに編み上げました。でこの手持ちをつけるときに両サイドをギュッギュッと持ち上げて高さを出したものになります。この一番初めの円を編むときはこの底になる部分ですので、平らに仕上げるのがいいんですけれども、この側面を編むときにどれぐらいの角度で編むのかということによってこんなにも見た目に違いが出るんだなと思いました。あとは最後この縁のところは、こちらは二重ですがこちらは三重にして縁を太くしてみました。あとこちら
このチラシを丸めた棒の部分ですが、この棒のサイズもこちらは一回り大きいもので作りました。ちなみに参考にですが、このカゴを作るのに少なくても250本ぐらいのチラシを丸めたものを使いました。今回この素材にチラシを選んだ理由は家にたくさんあったからです。このエリアだけなのかは分かりませんが、スーパーのチラシが毎週のようにポストに投函されるようで、引っ越してきたばかりのものがかなり溜まっていました。で、ここ数年は郵便配達員さんにこのポストに、広告チラシ不要っていうシールを貼っておけば、大丈夫だよというふうに教えてもらったので、今はもう受け取っていませんが、そのたくさん溜まったチラシを使って今回、作ってみました。あともう一つ理由があって、それは練習のためです。今回うまく作れるようになったら、いつか柳でカゴを作ってみたいなと思っています。あと最後に塗っていたこの茶色いものですが、これはステインという木材を着色するためのものになります。で、今回のこちらのカゴは、外に持って行ってカゴとして実用するというものではなく、家でデコレーションするものに使うという感じで、実用は少し難しいかなと思っています。今回は素材も塗料も家にあるものを利用して作りましたが、皆さんも身近にあるものでも手に入りやすいもの、何でもおすすめがあればぜひ教えていただけると嬉しいです。あと、この作り方が少し分かりにくいなという点などございましたら、ぜひそちらもコメントで教えてください。こちらの動画もご視聴いただきありがとうございました。